OK。今回はフィギュアの紹介ではなくて、海洋堂から発売されたリボルテックオプションパーツ拡張パックというやつで、いわゆる武器セットですね。というのも先に発売されたアメージング山口のウィンターソルジャー、あれに重火器が一切付属していなかったんですね。で今回の拡張パックでそれを補おうと、もうねバッキーに使ってくれと言わんばかりの内容なんですよね。では開けていくぜ。これね、値段もね送料合わせて3000円いかなかったですね。まあ高いか安いかと感じるかは人それぞれとして、個人的にはそんなに高くないと思いますね。よし、では開けてみるとこんな感じで、でアメージング山口だけじゃなくてマーベルレジェンドにもちょっと持たせようと思っています。どんな感じでしょうかね。大きさもいいと思いますけどね、マーベルレジェンドに。よいしょよいしょ。おおいいですね。では中身の方すべて取り出していきたいと思います。まずハンドガンから見ていこう。種類はシルバーとブラック、それぞれ形状が異なる2丁ずつ2種類付属。シルバーの方はこれデザートイーグルのようなデザインで、色はシルバーのみなのですが造形が細かいので安っぽさ全然ありませんね。でこのグリップ部分自分で黒く塗ってあげるとさらにかっこよくなりそう。マガジンも2つ付属していて、こちらも細かく作られていて、塗装こそされていないんですけども弾丸しっかりと造形されている。本体にマガジンリリースのギミックはなし。もう一丁のブラックの銃もこちらもカラーは一色のみで、形状的には M9 に近いかな。造形しっかりしているのでこっちも安っぽさはありません。マガジン2本付属していて、こちらも弾丸しっかりと造形されています。アメイジング山口のウィンターソルジャーに持たせるとこんな感じで、さすがというか当然ですよね。違和感ないサイズ感で保持力もバッチリですね。次にマーベルレジェンドのフランクキャッスルパニッシャーに持たせてみるとこんな感じ。マーベルレジェンドとアメイジング山口そんなに体格差ないだけにこちらもしっくりきます。他社製品なんですけどすんなり持たせることができましたね。ポロリとか一切ありません。キャラがキャラだけにめちゃくちゃ似合ってますね。さっきのマーベルレジェンドのパニッシャーは素体少し大きめなんですよね。なんでこちらのデアデビルの標準的なマーベルレジェンドに持たせてみよう。キャラクター的に銃を持つキャラではないのでトリガーに指はかけれないんですけど、サイズ比較ということでこんな感じになります。これもしっくりきますね。デアデビルには銃似合わないと思いますが、本人曰く自分が銃を使うと恐ろしいことになるらしい。レーダーセンスを使って100発100中なんでしょうね。マフェックスのジョン・ウィックに持たせるとこんな感じで、こちらもすんなり持たせることができてなかなか似合ってますね。当然なんですけど他社製品なんで保持力はちょっと弱いかな。フィギュアーツなんですけど銃を持たせるようなキャラクター所有していなくて、近しいものとしてマンドウに持たせてみました。似合わないのは当然なんですがサイズ比較ということでね。でフィギュアーツは他のフィギュアよりも若干小さめなんで銃が大きく感じるかな。ガシガシ遊ぶ分には気にならないか。ハンドガン関連としましてグリップ部分のみとホルスターが付属していまして、ホルスターにグリップ部分を差し込んであげる。フィギュアの各所にこのように穴が開いていますので、ホルスターぐるみ好みの場所にこんな風に装着してあげることができる。次はアサルトライフル。形状的には M4 カービンっぽいですね。グレネードが装着されています。これも各部しっかりと作り込まれていますね。マガジンリリースのギミックはありませんね。マガジンは付属しません。やっぱりウィンターソルジャーにはこいつを持たせたかった。
バッキーに持たせるとこんな感じで、この手の銃って他社製品のやつでも補えるんですけど、やっぱり純正品だけあってしっくりくるような気がしますよ。次にパニッシャー、こちらもすんなり持たせることができました。いいですね、怖いですね。悪いことはしないでおきましょうね。こちらの素体にもしっくりくるサイズ感。ジョン・ウィックに持たせるとこんな感じで、こちらも違和感ないサイズ感だと思います。何よりこのジョン・ウィックに長物の武器付属しなかったんで、こうやって遊べるのは嬉しいですね。フィギュアーツに持たせるとこのようなサイズ感。こちらはスナイパーライフル、アンチマテリアルライフルですね。どれも実銃をモデルにしているのか非常によくできていますね。でこいつはマガジンリリースのギミックがあって、弾丸は造形されていません。予備のマガジンはなしと。でですね、バイポッドが畳んだ状態と展開状態の2つが付属していまして、銃のここに取り付けるわけなんですが、これがね小さい上に細いし、結構硬いプラ製なので雑に扱えばすぐに破損しそう。それぐらい取り扱い注意。ウィンターソルジャーに持たせるとこんな感じで、いやね、改めてこのアメイジング山口のバッキーめちゃくちゃかっこいいわ。これ本当に。パニッシャーだとこんな感じになります。これもやっぱり似合いますね。デアデビル。ジョン・ウィック。なんでしょうね、マフェックスに持たせるとどの銃も気持ち大きく見えてしまいますね。フィギュアの大きさはそんなに体格差はないんですけども、目の錯覚なんでしょうかね。フィギュアーツのマンダロリアン。次にエフェクトパーツ、マズルフラッシュのエフェクトパーツですね。同じものが2つ、先ほど紹介した全ての銃に対応した穴が開いているので、どの銃にも付けられる。こんな風に付けまして、保持力もバッチリですね。マズルフラッシュのエフェクトはいろんなメーカーのがありますが、個人的にはこの海洋堂のやつのが一番好きですね。一番かっこいいと思う。こちらは被弾時の鮮血エフェクトかな。赤いクリアで結構濃いめですね。ちょっとえぐめで、ここに穴が開いていて、この穴にフック状のものが付属しますので、このようにつけてあげてから、このままフィギュアにつけてあげると、ここが稼働するので調整効きますね。つけてみるとこのような感じになりますね。見栄えは結構いいですけど、なかなか使いどころが難しいエフェクトパーツかな。はい、では終わります。今回もありがとう。バイビー。